皆さんこんにちは、コリアユです。今週はものすごく忙しくて顔が死んでます。今日は私が長く韓国に住んでいて起きた怖かった経験についてお話ししたいと思います。ちょっと変な人に出会ったとか、人間関係とか、そのタクシーにぼったくられたとか、そういうよくある話を除いて、身の危険までじゃないけどそういう衝撃だった怖い話系のお話をしたいと思います。昔住んでた家でのお話なんですけど、あの辺でちょっと治安良くなかったのかな。何回かちょっとそういう怖い系のことがあったなと今考えると思うんですけど、夜中の3時くらいだったかな、眠れなくて起きてたんですけど、ずらーっと6個ぐらい部屋が並んでるフロアで、私の部屋って端っこから3番目ぐらいの本当に真ん中ぐらいに位置してたんですけど、一番端っこの部屋をコンコンってするノックした音が聞こえたと思ったら、しばらくして私の隣の部屋のドアをまた同じようにコンコンってノックする音が聞こえたんですよ。で、なんだろうと思ってたんですけど、しばらくして私の部屋のドアもコンコンって叩いてきたんですよ。怖かったからイルス使って無視したんですけど、無視してもコン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 みたいな、何度も何度もノックしてきて、私が出なかったらまた次のその横の部屋をまた同じようにノックしていって、全部の部屋をノックして消えてったんですよね。片っ端からノックしていくって何が目的だったと思います？今考えてもちょっとあれ何だったんだろうと思うんですけど、これもまた同じ家に住んでた時の話なんですけど、その時20歳とかだったから、新入生のお酒の席とかがすごい多かった時で、帰りがちょっと遅くなっちゃって、夜中の1時とか2時とかだったかな。で、家が大通りにあったんですけど、だから比較的そんなに怖くない場所だとその時は思ってたんですけど、お酒も飲んでるし、すごい高いヒールを履いてたんで、ちょっとゆっくり歩いてたんですよね。で、その時夜中だったから車全くいなかったんですけど、なんか後ろから1台車がゆっくり来てるなとは思ってたんですよ。でも全然越してこないから、ふっとこう横を見たら、私の横にぴったりつけて、ゆっくり私のペースにこう合わせて車をこうやってつけてきてたんですよ。これやばいってちょっと直感で思って、私の家がもう残り20メートルぐらいだったのかな。もうね、酔っ払ってるとかヒール履いてるとか、もうそんなこと全部忘れて、猛ダッシュですよ。もう本当に多分私体育の時間でもあんなに一生懸命走ったことないと思う。死ぬ気でうわーって走って後ろも横も見ずに走った。で、こう家の玄関になんとかこうバーって入って、その時やっとこう後ろを見る余裕ができたんですけど、後ろ見たらその大通りに車が私が玄関入るところまで止まって見てたのかな。ずっとスピード出して逃げてったんですよ。これ本当にちょっと危なかったと思います。この家がフェギとチョンヤンニのちょうど間でもないな、フェギ寄りではあったんですけど、その近くに結構モーテルとかがあるような、ちょっと酔っ払いとか変な人が多かったのかなとは今になってちょっと思います。次、宗教の話で、韓国でこうトルラシムニカとか宗教勧誘たくさん受けてきて日本に住んでた時にはなかったような経験をたくさんしたんですけど、韓国では宗教勧誘が多いって来たばっかりの時は全然知らなかったですし、もうなんか道端でいい気を持ってますねとか、カフェで勉強してたら私心理学の勉強してるんですとか言いながら横に座ってきて話しかけてくる人とか、全然そういうのだって知らなかったんですよ当時は。だから普通に番号を教えちゃって、もうめちゃくちゃ連絡がいっぱい来るっていうような経験もありましたし、まだその Facebook が流行ってた頃で、その時ってプロフィール写真が帽子深くかぶってメガネしてマスクしてるような人って結構新チョンジである可能性が高いっていう噂が流れてたんですけど、同級生だったか後輩に1人だけいたんですよね、そういう子が。いやでもまさかねとか言ってたんですけど、もうある時からぱったり学校に来なくなって、でみんなこうちょっとざわざわしてたような時期が確かあった。とにかくそういうね、宗教関連でそういういろんな出来事はあったんですけど、地味に一番怖いじゃないけどちょっと衝撃だったのは、やっぱりその日本と韓国といえば浮かぶ、皆さんご存知のその宗教なんですけど、私の身に何か起きたわけじゃなかったんですけど、そもそも14年くらい前の韓国に住んでる日本人って宗教関連で来てる人が本当に多かったんですよ。私独学で勉強してから韓国に来てるじゃないですか。程度喋れてたんですけど、18歳で喋れてるっていうことで、そのクラスの日本人の方が私の席まで来て小声でそっちも
って聞いてきて、いや違いますって言ったら、じゃあなんで喋れてんのって言われたくらい今と全然雰囲気が違ったんですね。で特に大学進学なんてそんなにしてる人多くなかったから、同じ学校であれば違う学科でも日本人学生がどのくらいいるか誰なのかぐらいはみんな知ってるぐらいの本当に人数が少なかったんですよ。こんな少ない人数の中でも知ってる限りで数人はその韓国に宗教関連で来てる子たちだったんですよ。でもこれ当時リアルタイムであんまりそのブログとかにも書けなかったのが、もう本当にそういう人たちが多かったから、もしかしたら同じ授業とか聞いてる人の中で私が把握できてないだけでまだいるっていう可能性もあるし、すごい今みたいにニュースでこう言われてたりとかっていうしてるわけでもなかったから、なんかこう信じてること自体に対して家のことじゃないですか。例えばその両親が紹介してくれた人と大学卒業したり就職せずにそのお見合いした人と結婚するっていう風に言ってるような人とかの話とかを聞いてると、もう本当に家のことなんだなって思っちゃって、どう言葉にしていいのかもあんまりそういう LINE とかもよくわからなかったし、私に何か危害を加えてきたわけでもないから下手なこと言えないし書けないような環境だった。私は幸い勧誘とかされたことはなかったから、ただ周りにいたよっていうくらいだったんですけど、すごい覚えてるのが日本人の友達が結構困ってて、友達紹介してあげるよって言われて、その時はすごい韓国人の友達がすごく欲しかったから、その子もだから仲良くしようと思って家に招待されたからなんですけど、今もあるのかは知らないですけど、そういう宿舎に住んでる子たちが多くて、その信じてる子たちっていうのは信者専用のそういう宿舎に結局招待されちゃって、で結構しつこくこう仲良くしようとしてきたからなかなか断れなかったって困ってたのは本当に未だに覚えてますね。だいたいそういう人って結構優しくしてくる場合が多いから、でも結局なんとか断ったみたいですけど、来たばっかりの時はなんか日本で経験したことないようなことが本当に私のすぐ横で起きてるから、こんな身近なもんだったんだなって結構衝撃だった。次これは全然シリアスな話じゃないんですけど、確かね朝一限だったと思うんですけど、本当にすっごい天気がいい日だったのを未だに覚えてる。学校に行こうと思ってゆっくりこう歩いてたら、こう歩いてる斜め前くらいのところにある建物の隙間からすっごい視線を感じて、でこうふっとこう視線を感じる方を見るじゃないですか。そしたらもうめっちゃおじいちゃん、もう白髪とかも混ざった、ちょっと髪の毛確か長かったと思う、なんか仙人みたいな感じした。その仙人みたいな人が私の方をガン見しながら下半身を丸出しにして高速で触ってるんですよ。こういう話してもいいのかな。考えるだけでキモー、本当にキモー。じゃ隠そうともしてなくて、本当に子供がズボンを下げてるみたいな、足のところまでズボンを思いっきり下げて真顔でじっとこっち見ながらも手だけ高速で動いてんの。でもなんか悲鳴を上げるとかもできなくて、もうひたすらびっくりして、もえって声出たよね。そそくさとこう何にも見なかったかのようにこう学校に向かった記憶があります。てかよく考えたら全部不益だったな。番外編、韓国での出来事じゃなくてカナダに留学してた時の話、このテーマにどうしても入れたかったからちょっと話させてほしいんですけど、私がそのトロントで住んでた家がルームシェアするお家だったんですよ。居間とかトイレとかをシェアして部屋だけ別みたいな、そういうタイプの家で、1階にこうキッチンとか居間とかがあって、私は2階に住んでたんですね。で2階なのに部屋にいたらもう男性の悲鳴じゃないけど叫び声、わーみたいな声が聞こえて、その時たまたまお付き合いしてた人とルームシェアをしてたんですよ。でその人が様子見てくるって言って1階に降りてって、で私はそれずっと部屋にいたんですけど、なかなか戻ってこないから心配になって物音がしなくなったから私も降りてったんですよ、キッチンに。でそしたらその人は無事キッチンにいたんですけど、なんかすごい音がしたんだよねって言ってて、で気になるじゃないですか。でその家がオーナーが、その現地の人で住み込みで働いてる日本人がいて、この人と割と仲良くしてたのでちょっと監視カメラを見せてもらうことにしたんですね。でみんなで一緒に見たら、いやもうびっくりですよ。酔っ払っちゃったおじさんが間違えて家に入ってきちゃったんですけど、ゲームに出てくるような斧あるじゃないですか。斧をこうやって持ちながら発狂しながらうわーって言いながら走ってたんですよ、1階を。怖いのは
その監視カメラに映ってたんですけど、そのおじさんがキッチンを走って去っていった2秒後くらいに、その私の元パートナーがドアを開けてこう様子を見てる姿がカメラに映ってたんですけど、2秒ぐらい早くこうドア開けちゃってたら鉢合わせしてたから、いやーあれ本当に鳥肌立ちましたね。はい、というわけで、幸い私すごく長く住んでるのに今思い出せるのがこのくらいっていうのは本当に平凡に過ごせてこれたんだなと改めてでもちょっと話してて思うのは、やっぱり住むところって大事。学生の頃だったからやっぱりそんな高い家賃とかで住めないし、どこの国がどうとか言いたいわけじゃなくて、私全然日本でも痴漢とかにあったこともあるし、本当にどこの国どこにいても限界がありますけど、本当に気をつけて過ごしたいなと思いました。今週本当に忙しすぎて体調を崩しちゃったんですけど、 YouTube 編集できるかなと思ってたんですけど、とりあえず撮影ができていてほっとしています。もう12月ですよ、信じられない。というわけで皆さんも12月暖かくお過ごしください。それでは次の動画でお会いしましょう。